コンケイクです。今回のテーマはあなたの雰囲気です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。また、これからも様々なテーマで占ってまいりますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？今回はヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカード、ルーンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の他の人たちが見ているあなたの雰囲気なんですけれども、あなたはですね、とても努力をしている人だと、頑張り屋さんだなと思ってらっしゃる人が多いようですね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。ワンドの5の逆位置です。何としても自分を守りたい。苛立ちや些細なことでもぶつかってしまうということで、過去におきましてはですね、何かしらのトラブルを抱えていらっしゃったのかもしれないですね。あなた自身が自分自身を守ることに徹さなければいけないほどですね、過酷な状況だったっていうことですね。で、そのことによりですね、あなた自身も心の余裕がなくなってしまって、どうしてもね、苛立ったりですね、些細なことでもですね、誰かとぶつかってしまったりですね、喧嘩になってしまうっていうこともあったのかもしれないし、そうですね、もしかしたら他の人たちにね、誤解をされていたとか、そういったところもあったかもしれないですね。で、あなた自身がそう歩み寄るっていうことがなかなか難しかったのかな。他の人たちと一緒にね、共に手を取ってね、歩いていくっていうことが難しかったので、一人でね、いろいろと頑張ってたっていう状況なのかなっていう感じがしました。では現在ですね、ワンドの8の逆位置です。喜べない変化が生じていきますね。行き詰まりだったり、早とちりで喧嘩をしてしまうかもしれないということで、過去に続いてですね、現在もあまりあなた自身がですね、うまくいってないというか、メンタル的に落ち込みやすいっていうところもあるかもしれないですね。何かこう、自分自身がやりたいことがたくさんあるはずなのに、それが空回りしてしまうとかですね。相手のためを思ってやったことがですね、相手に対して不快に思わせてしまったとか、ちょっとした行き違いで何かこう喧嘩になってしまうとか、お相手の方を怒らせてしまうとか、そういった部分があるのかなっていうところがあるんですけれども、そうですね。今の状況だと、ちょっとね、停滞気味っていうことにはなるのかなと思います。あまりね、動かない方が良さそうですね。自分がここから抜け出すために何とかしなければっていう風にしようとすればするほどもがいてしまってね、抜け出せないっていうことになってしまうと思うので、そうならないために少しね、自分自身が焦ってるなっていうところを自覚して、ゆっくりとね、落ち着いて動かずに待ってもらうっていうことも必要なのかもしれないですね。こちらのカードさんはね、正位置だともうスピード感がすごくあるカードさんなんですよね。それが今は逆位置になってるっていうことはね、そのスピード感があなた自身を苦しめてしまうっていうことになると思うので、そうならないためにも、ゆっくりとね、日にちをね、長くしてもらうとか、そういう風にしてもらって、あまりその場その場でね、衝動的に動くっていうことをしない方がいいのかもしれないですね。では、あなたの状況ですね。ペンタクルの9の正位置ですね。幸運が訪れます。周囲の引き立てによって成功をつかみ取ることができます。多くの人が支えたいと思っていますということでね、現在においてあなた自身がね、あなたにとってはものすごくね、苦しいっていうところがあったんですが、ただ、現状として幸運はね、しっかり訪れるっていうところはあるみたいなので、あとは
周囲の人の引き立てですよね。そこにちゃんとね、あなた自身が手を差し伸べることができるかどうかが大事になってくるのかなっていう感じがしますね。そう、あなたのことを助けたいと思ってくれてる人がいるっていうのは、要するにあなたがそれだけ頑張っている、あなたのそのやってることっていうのを見て、周囲の人たちは助けたいとか協力したいとか思ってるっていうことですよね。あなたをしっかり評価してくれてる。だけれども、ちょっとしたね、行き違いで周囲の人とうまくいかないっていうこともあったっていうことで、あなたもね、恐れてしまってるんじゃないかなっていうのはあるんですが、そういったあなたのちょっとしたね、行き違いとかそういった部分に惑わされずにね、あなたのことをちゃんと見てる。本質を見てくれてる人っていうのは必ずいるはずなので、その人たちに頼るっていう風にね、うまいこといけばいいなと思うんですよね。現在の状況としては、なんだかこう、ちぐはぐな感じにはなっているんですけれども、少しね、落ち着いてもらう。ちょっと待ってもらうことで、あなたが慌てて動いてしまうっていうことを止めることができて、そこから他の人たちが手伝うよとか助けますよとかね、そういう風に言ってくれる状況っていうのが作り出されるのかなと思うので、まずね、あなた自身が慌てて動くことはないっていうことですね。そういう風にゆっくりとね、動いてもらうといいのかなと思います。では未来ですね。戦車の逆位置です。意見が合わず激しく衝突します。何も解決しない疲労感があるということで、これはね、現在が、もしあなた自身がこのままね、自分のスピードを出しすぎてしまって、どんどんとね、自分のこう悪い方向にね、自分自身で持っていってしまうと、結果的に未来のようなことになってしまうのではないかなとは思うんですけれども、ここはね、いくらでも変えられるとは私は思います。バンドの8の勢いと戦車の勢いが合わさってしまって大変なことになりますよっていう感じになってはいるんですよね。スピードがね、すごい。もう自分自身でコントロールできない、車とかのね、普通だったら法定速度60キロとかそういったものがあると思うんですけれども、それをね、120キロ、180キロぐらいで走ってて、もう自分ではコントロールができない、でもブレーキが効かない、どうしようっていう感じのイメージなのかな。もうそういう感じのところまで行っちゃう可能性があるので、そうならないために、まず人に頼ることをしてもらうっていう風に動いた方がいいんじゃないかなと思います。あなたが自分が頑張らなきゃっていう風に動いていく必要はないし、ちゃんと助けてくれる人がいる。その方が結果的には幸運が訪れていく、チャンスが訪れやすくなるっていう部分があるので、もう無理はしない。無理はしないというか、急ぎすぎない。自分で全部やらなきゃ、頑張らなきゃ、これもあれもっていう風に焦らないっていうことが何より大事かなと思います。疲れちゃうっていうのもね、ここにありますからね。未来でね。疲れる前にまず休むっていう風にした方がいいと思うので、このまま行くと自分自身が、メンタルとか体とか良くないなって思った時に一旦立ち止まってもらうことは必要かなと思います。自分自身が好きなこととかね、そういったことも全然自分がやらなきゃいけないこととは関係ないことをね、してもらうとかね、ただ寝てもらうとかでも全然いいと思うんですけど、自分自身の何かこう落ち着けるもの、癒しがもらえるようなことをしてもらうのがいいかなと思います。では、周囲からの印象ですね。ペンタクルの7の正位置です。向上心のある人物で努力をしているなと思われてる。ということはですよ。あなた自身の今まで多分自分自身は空回りしてしまって何もかもうまくいかないな、何やってもうまくいかないなって思ってたと思うんですよね。そういう部分もあると思うんですけれども、でもそういった部分っていうのはちゃんと周囲の人は見てるし、で、ものすごく頑張ってるんだなっていうのをね、分かってる。向上心があるっていうことは、頑張るだけじゃなくって、その先に
自分がどうしたいのかっていうね、目標をちゃんと持ってるんだなっていうふうにね、周りの人は思ってるっていうことですよね。目標のためにいろいろと努力をできる人なんだなっていうふうに評価してくれてるっていう部分があるので、あなた自身がいろいろと悩んでしまう部分もたくさんあるとは思うんですけれども、周囲の人はね、ちゃんとあなたの本質よく見てらっしゃると思うんですよね。だからこそ現在今の状況で助けたいと思ってくれる人がいるっていうことですから、もうその人たちにね、しっかり頼っていいと思います。もう自分の中で人に頼るのが難しいとかあるかもしれないけど、もうそこはね、大丈夫ですよって言いたいですね。あなたの自分一人で頑張らなくてもいいんですよっていうね、そういった部分をちょっとね、お伝えさせていただければと思います。もうね、これからはね、もっとね、人に甘えていきましょう。そういう風にしていって、あなたのことを助けたいと思う人たちなので、喜んで手を貸してくれると思いますのでね、そういった部分でもね、しっかりとこれからの状況を変えるためにも、周囲の人にね、しっかりと頼っていきましょう。では最終結果ですね。月の逆位置です。曖昧だった話が具体的になっていきます。少しずつ分かり合えます。夜明けの訪れですね。ということでですね、最終結果ではあなた自身にだんだんとね、光が降り注いでいくっていうことになってきます。よかったです。これまでがね、もう本当に苦しい展開だったと思うんですけれども、最終的にはあなたのもとにね、ちゃんと自分がやりたかったことっていうものが曖昧ではぐらかされてたこともたくさんあると思うんですけれども、そういった部分も具体的になっていくので、ということはあなたのもとに結果としてちゃんと戻ってくるっていうところかなと思います。周囲の人とあなたというのも少しずつ分かり合えていく。たとえね、誤解があってあなた自身と行き違ってしまって喧嘩になってしまった人っていうのもね、誤解があったんだな、違ったんだなっていうことがね、ちゃんと気づいてくれるようになる。それによってしっかりと仲直りもできるかなと思いますね。そう、夜明けの訪れなので、ずっと夜、暗いような気持ちっていうのが続いていたと思うんですけれども、パッとね、明るくなってあなたの足元を照らしてくれる。やっとね、ここからあなた自身が歩きやすくなっていくんだなっていう感じがしましたね。もちろんね、先ほど言ったあなたの周りの人がね、ちゃんとあなたのことを見てくれてる人もいるし、あなたが焦る必要がないっていうのもお伝えしましたので、そのあたりをね、気をつけてくだされば、この最終結果っていうのもね、もっともっと良くなっていくかなと思います。未来から続いていって最終結果につながっていくっていうイメージなので、これからをね、もっと良くするためにいろいろとね、今できることをしてみるっていうことも必要かなと思いますね。それがね、できなくてもね、結局こうやってちゃんとね、あなたのもとに明るい未来がやってくる時が来るんですよっていうのはね、間違いないと思うので、できればね、自分で動いてもらうというか、落ち着いてゆっくりと時期を待ってもらう。その時期を待ってもらうことで、月が逆にね、どんどんと明るくなっていて、最後太陽になるっていうこともありますからね。そういう風に未来っていうのはいくらでもあなたの力で変えることができるので、こちらをね、参考にしながらね、どうやっていこうかなっていう風にね、プランを立てていただくのがいいかなと思います。では助言ですね。愚者の正位置です。力を入れすぎないことが大事です。周りの目を気にしないでくださいということでね。これね、助言の通りですよね。あなたはもちろんね、頑張り屋さんなところ、努力家なところがすごく美徳ではあるし、周囲の人もそこをね、素敵な雰囲気、評価してるっていうところはあるんですけれども、力を入れすぎていろいろとやりすぎてしまうことによって結果的に喜べない状況が続いてるっていう現状があるので、ちょっとね、肩の力を抜いてみましょう。あれもこれも全部自分で背負う必要はないっていうことですね。あとはね、周りの目を気にしないでっていうのは、あなたのことをしっかりね、素敵な人だなというふうにね、評価してくれてる人はたくさんいらっしゃる。ただ、それとは別に
どうしてもね、すれ違いとか些細なことでね、喧嘩になっちゃうとか、そういった人もいらっしゃるっていうことなので、そういった部分があると人間関係が怖くなっちゃうとかあると思うんですよね。だから自分はどう思われてるかとかね、そういうふうに気になってしまうとは思うんですが、それを気にせずにね、自分らしく動いていけば、あなたはちゃんと評価してもらえる、好いてくれる人がたくさんいらっしゃるっていうことだと思うので、まずはね、自分のことをゆっくりとやっていく。そして、助けてほしいところはしっかり助けてくださいというふうに伝える。それでね、周りの目を気にするなっていうのも難しいとこではあるんですけれども、自分のね、一挙一投足にずーっと神経を使って、周囲の人がこう思ってないか、ああ思ってないかっていうふうにね、気にしちゃうのはね、すごく苦しいことだと思うので、もうね、ここはあなたのことをちゃんと心配してたり、役に立ちたいと思ってくださる人がいるんだっていうことをね、まず頭の中に入れてもらって、そういう人が、味方がちゃんといるんだっていうことを忘れないでほしいですね。味方がいるから、ふとした時にね、どうしても自分自身がどう思われてるか、嫌がられてるんじゃないかとかね、思っちゃうこともあると思うんだけど、ちゃんとあなたには味方がいるよっていうことをね、意識してもらうと少しね、違うかなと思います。それではオラクルカードの助言ですね。1枚目が美しさです。すべてのものに美しさがありますということでですね、あなたの内面だとかそういった部分、美しさがあるからこそ、周囲の人っていうのはね、きちんとあなたのことをね、素敵な人だなと、良い人だなというふうに思っているっていうことですよね。ここに美しさが出たということは、あまりね、本当に自分自身が周りにどう思われてるかっていうのを気にしなくていい。あなたは十分美しい。内面が美しいということをね、覚えていてほしいなと思います。そうやってね、人の目を気にしちゃうっていうのもある意味ね、気遣い屋さんだからこそですよね。そういった部分もあるからこそ、人のことをね、気にしすぎて、逆に自分が苦しくなっちゃうっていうところがあると思うので、そこはね、別に人のことをね、気にしすぎて、気遣いすぎて疲れちゃうっていうのは、あなた自身にとってあまりね、メンタル的にも良くないし、そこが自分自身を苦しめる結果になってしまうので、あなたのその美しさを誇りに思うことは大事だけれども、だからといって周囲の人たちに必要以上にね、気遣う必要はないし、気にする必要はないですよっていうこと。そういったところもね、忘れないでほしいですね。そしてオラクルカードの2枚目ですね。こちらが、これはあなたの頭の中にある否定的な声はあなたではなく、あなたは実際には完全に楽しい人であるということをフレンドリーに思い出させてくれるでしょうということですね。これっていうのはカードさんのことだと思うんですけれども、どうしてもね、嫌なこと、辛いことがあると自分自身を否定してしまうっていうことはあると思う。もともとね、そういう資質的なものもあると思うんですよね。どうしても自分をね、卑下してしまうとかそういった部分。でも、あなたは実際には完全に楽しい人っていうのはね、これだとなんかひょうきん者とかコメディアン的な感じのイメージになってしまうかもしれないんですけど、そういうことではなくって、あなたのその人柄っていうのがね、とても魅力的であるし、で、人生を彩るようなね、そういった素敵な部分がある、周囲の人たちを楽しませてくれるようなね、そういった感情の楽しいだと思うんですよね。それをね、フレンドリーに、猫さんがね、言ってくれてるっていう感じですね。努力家でもあるし、結局こうやって自分自身が誰かとぶつかってしまったりとかね、そういった部分があるっていうのは、人をしっかりね、人を見てるから、だからこそなんだと思うんですよね。人を気にしてるからこそだと思うんですよね。そういった部分は、あなた自身の素敵なところでもあるし、全部が全部否定する必要はないんですよっていうことを、あなたの素敵なところを受け入れてあげてほしいなと思いますね。周囲の人たちもね、ちゃんとあなたのことをね、素敵だって思ってくださってるのでね、そこはしっかり覚えていてほしいです。そしてオラクルカードの3枚目が庭ですね。ここから何か素敵なものが育つでしょうということでね。そうですね。今回の占いをきっかけにですね、あなた自身が
自分自身のね、素敵な部分っていうのも気づいてくださればいいなと思うんですけれども、こういったきっかけですよね。そういったところからね、また素敵なものが育っていき、未来っていうのももっと良くなっていくと。今は戦車の逆位置ではあるけれども、それがね、戦車が正位置になって、正しくね、スピードをね、下げて、日本の法定速度だったら60キロですよね。60キロくらいをしっかりと走行して、あなたがコントロールできる程度のね、スピードでちゃんと走れるんですよっていうことですね。そういった部分できっとね、これからいろんなことがね、待ってると思うので、それをね、楽しみにしながらね、進んでいってほしいなと思いますね。それでは、ルノルマンカードですね。こちらワイルドカードです。ワイルドカードというのはですね、こちらのルノルマンカードの作者様のオリジナルになります。こちらはですね、私の場合は十字架、クロスの代わりとして使わせていただいております。いろんな宗教の人がいらっしゃるっていうことでね、それ代替になるものとして使用させていただいております。信念を貫いて取り組みましょう。大きく成長していきますということでですね。そう、時間はかかるかもしれないんですけど、過去から現在から未来までね、いろいろあるような感じなのでね、もちろんこれから変わる可能性はあるんですけれども、その中でどうしても目標っていうのがね、うまくいかないと曲げてしまうとか、そういったこともあるかもしれないんですけれども、どんなに時間はかかっても信念は貫いていってほしいなと思います。あなた自身が向上心がある人、努力ができる人っていうところもあるので、きっとね、そういった負けず嫌いな部分もあると思うんですよね。絶対にこの目標を達成してやるぞっていう気持ちもあると思うんですけれども、そういったところでもどうしてもね、邪魔が入ってしまうと難しいなっていう風に、ね、なってしまうと思うんですが、でもね、長い期間でもあなた自身が達成できるっていうことがね、大事だと思うので、結果的にはね、最終結果でちゃんと夜明けがね、訪れるっていうことだったので、その信念を貫いて目標をしっかりと定めておくことは大事かなと思います。そこによって達成した時に大きく成長していきますよっていうことですね。そしてルーンカードですね。ルーンがベオークで石がユーディアライトです。ゆっくりかもしれませんが進展していきます。ギクシャクした関係も次第に改善していけますということでね。もうルノルマンカードさんと似たようなことにはなるんですけれども、ゆっくりかもしれないけれども着実に進展はしていくので、焦る時もあるかもしれないけれども焦らなくていいですよと、コツコツとあなたが経験を積み重ねていくことで目標を達成していきますよっていうことですね。で、あとはね、人間関係も万が一今とかね、うまくいってないなって思われる人たちがいらっしゃるとして、そういった関係もね、未来の最終結果の夜明けとともにしっかりと改善していくっていうところですね。ここも被る部分ではあるんですけれども、それだけね、あなたが不安に思うことはないですよっていうことをね、カードさんたち伝えたいのかなっていう感じがしますね。そうですね。時の流れとしてね、いろいろとお辛い時期っていうのがあった。で、今もなんだか嬉しくないなっていう感じになってるっていうことで、不安とかね、大きかったと思いますし、で、人目を気にしてしまうということがあったと思うので、そういった面でも他者からのね、自分自身どう思われてるかとかね、そういった部分気になっていたと思うんですけれども、ちゃんとあなたの頑張ってる姿っていうのはね、皆さん見てらっしゃるし、で、すれ違ってしまってうまくいかなかった人間関係もこれから改善していくっていうことなので、きっとね、これから人間関係もっともっと良くなっていくと思いますね。あなた自身が焦る必要はない。ゆっくりね、進んでいきましょう。そうしていくことでね、空回りっていうのもね、少なくなっていくかなと思いますので、よろしければですね、こちらの方参考にされて動いてみてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。周囲の人から見たあなたの雰囲気なんですけれども、あなた自身を罠にはめようと思ってる人もいらっしゃる。ただ、今後ですね、あなた自身の
輝き、そういった部分に惹かれて、素晴らしい人だな、素敵な人だなと、輝いてるなと、尊敬する部分を思いを持って近づいてくる人もいらっしゃるっていうことなので、1枚ずつですね、お話しさせていただこうかなと思います。それでは、B の方の過去ですね。ソードの9の逆位置です。怒りを原動力にする。尽きない陰口や噂話に悩まされていたということでね。過去にはね、人間関係で辛いことがあったみたいですね。なんだろう、おしゃべりな人がいらっしゃったんですかね。おしゃべりはおしゃべりでも、いいことだったらいいんですけど、悪いことばっかりね、吹聴する人っていうのが中にはいらっしゃいますからね。そういった人っていうのは勝手にあることないことを言ってくるから、そう、あなた自身が事実でないことでもね、ねじ曲げていろいろと周りの人に言いふらして、それでね、あなた自身が全然そんなんじゃないのにと思っても、結局その噂とかね、陰口が先に行っちゃうから、それを止めたとしても、もうその印象がね、ついちゃうとかそういったところってありますよね。ただ、そういうね、悪口、陰口言う人っていうのが、他の人にね、言ったとして、その他の人をまた敵に回して、周囲、いろんな人に陰口や噂話を言うとかね、そういう同じパターンを繰り返すっていうのはあるので、それにね、周りの人が気づけばいいんですけど、なかなかね、そこまでいかない、うまいことやってたのかもしれないですね。でも、あなた自身はね、そういった辛いところ、ただ辛いだけじゃなくって、ちゃんとそういった怒り自体を原動力にしながら、ものすごくね、頑張ってらっしゃったみたいなので、そこはね、すごいことだなと思います。どうしてもね、そこで落ち込んでしまって、もうダメだっていう風にね、なっちゃう。それはね、もうしょうがない。そういう人たちがいらっしゃる時はね、負けちゃう人もいると思うんだけれども、あなたは絶対に負けてたまるかっていう感じでね、食らいついていらっしゃったのかなっていう感じがしますね。その人たちを見返すためにね、頑張ってらっしゃったんだと思いますね。それでは現在ですね、ワンドのエースの逆位置ですね。誤った方向に暴走しがちな運気ですね。勢いを失ったり、足を引っ張る人がいるっていうことで、もしかして過去と現在は同じ環境にいらっしゃるんですかね。そういった部分でも、そういった悪口とかね、噂話とかそういったことを言ってくる人たちなので、足を引っ張る人っていうのは出てくると思いますよね。本当にね、邪魔をしなければいいんだけど、なぜか邪魔をしてくるんですよね、そういう人ってね。だから過去でかなりね、怒ってらっしゃったと思いますし、それによってしっかりと負けでたまるかと動いていらっしゃったのが、ずーっとね、そういった状況が続くとあなたも疲れてしまいますよね。なので、どうしても今の段階では勢いを失ってしまってるのかなと、動きにくいなというふうに、足を引っ張ってますからね、そこを引っ張られてる状況なので、どうしてもね、何かしらこう、自分自身の動きにくさっていうのが出てくるのかなと思いますね。で、誤った方向に暴走しがちっていう部分はですね、今邪魔をされてるところなので、別ルートで行くしかないっていう部分もあるのかなとは思うんですが、でも別ルートがちょっとあなたに合わなかったのかもしれないですね。それでなんかこう自分の結果にならないというか、うまくいかないなっていう感じになってる気はします。そうですね。とにかくね、この足を引っ張る人をどうにかしたいところですよね。誰かね、言って、その人を別の環境にしてもらうとか、話す必要があるのかなとは思うんですけどね。そう、なかなか難しいのかなっていうのもあるんですけど、なんか困ったことですよね、本当に。では、あなたの状況ですね。こちらが、忍者の逆位置です。物事が停滞し、尻すぼみになっていると。気を使わなければならない相手がいるということでね。現在とリンクしてるところではあるので、まさにそのままっていう感じではありますよね。邪魔をしてる人がいるから物事も停滞してしまうし、本当はもっと力を発揮したいのに発揮できないっていうことですね。で、これが
どうなのかな、邪魔をしてくる人とはまた違う人なのかなって、よくちょっとね、この辺りは不明な部分もあるんですけれども、あなたが気を使わないといけない相手がいる。で、その相手に対しての気を張らないといけないので、そうすると疲れてしまいますよね。疲労感は大きいかなと思いますね。現在が本当にあなたにお疲れ様ですと言いたいですね。休める場所があるんであればしっかり休んでいただきたいなと思うんですけれども、そう、これだけね、いろんな人に振り回されてる。もしくは一人の人かもしれないんですけれども、これはね、外部によってあなたがいろいろとできない状況っていうことになってるので、本当に困ったことですね。ではね、未来はどうなっていくか。ワンドのキングの逆位置ですね。余裕を失い自分の行動を振り返れなくなる。不安定な関係っていうことで、これはね、現在から続いて、このまま行くとこうなっていくかもしれないよっていうことですね。でも、ここからね、ちゃんと巻き返せるっていう可能性もあるので、ここはね、そんなに落ち込む必要はないと思います。しっかりと戻っていけば、あなた自身が余裕もできますし、キングなのでしっかりいろんな人を引っ張っていくことであなたの本来の力を発揮できるっていうことは間違いないと思いますね。ただこの過去現在に続いてあなたのことを邪魔してくる人っていうのが確実にいらっしゃるんだと思うので、それでね、自分自身がどんどん疲弊していくことで余裕が失われていく。本来だったら自分自身のいろんな行動とかを顧みたりね、冷静に見ることができてたはずなのに、で、的確にね、自分自身のその動くことができてたはずなのに、そういった部分もできなくなっていってしまう。で、人間関係もいろんなことを言ってくる人がいるから、どうしても不安定な関係になってしまうっていうところがあるので、ここはね、あなた自身よりも周りの人たちをどうにかしないといけないっていうところはあるので、あなた自身がしっかりといろんな人にね、なかなか信頼できる人がいるのかっていう陰口だったり噂話に惑わされる人もいらっしゃるのでね、そういった部分であなたの信頼できる人を探せるのかっていうところはあるんですけれども、でもできるだけいろんな人を味方につけて、それによってその人を追い出すことは難しいかもしれないけれども、でも自分自身がうまいことその人の邪魔が入らないように環境を作ってもらうとか、そういうことはできるのかなと。自分からやっぱり逃げていくとか距離を離していくとか、それが一番早いことなのかなとは思うんですけど、そうですね、向こうがね逃げるとか距離を離そうとするってなかなかないですからね、そういった人たちってね。そうだから自分が動くしかないのかなとは思うんですが、とりあえずまず周りの人をね味方に少しでもいいのでつけていきましょう。そこが大事かなと思います。そうどんどんねあなた自身が疲れ切ってしまって自分のモチベーションを保てないっていうことになってしまうのは良くないですから、だったらまずね、あなたが頼れる人っていうのを見つけていくことは重要かなと思います。ではね、周囲からの印象ですが、カップのページの逆位置です。罠にはめやすい、依存しやすいということで、もうこれは本当に困った人ですね。あなたのことを罠にはめようとしている。これはずっと来てますからね、過去からね。そうでしょうねということだと思うんですよね。きっとね、あなた自身が清廉潔白な人だからっていうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。しっかりとした人で正しいことができる人っていうのはなんか罠にはめやすいというか、そういう風に思っちゃう人がいるんですよね。そう、清廉潔白だからこそ汚しやすいみたいなね、そういう感じのね、タイプの人っていますよね。で、結局ね、そういうのって、あなたがいるから自分自身のその悪どい快感というか、そういった部分が満たされてるので、依存をしたい、依存がしやすいんですよね、あなたに対してね。だから、依存させないことが何より大事なんだけれども、どうしたらいいのかっていうとこですよね。あなたが正しいことをすれば、正しいことをするだけ相手の周囲のその悪いことを考えてる人
邪魔をする人っていうのはね、もっともっとヒートアップするのかなと思うので、そこをね、どうすればいいのかっていうところですよね。難しいな。これは SNS とかでもね、よくありますよね。なんかこう、いつの間にかね、喧嘩になってて、トラブルになってて、で、言い分としては正しいはずなのに、なぜかこう、悪者に仕立て上げられて叩かれるみたいなね。そういったところがあると思う。まあ人間社会だからどうしても SNS はそういった縮図になるのかなっていう部分はあるんですけれども、まあ、そういう人がね、身近にいると辛いですよね。壇上に上げて見せ物みたいにすることで、あなた自身を悪者にしてしまうというか、悪者じゃないはずなのに何かこう嫌な感じにさせてしまう。他の人たちをね、そういう印象に仕立て上げようとするっていう人がいるのかなっていう。そういう人は結局あなたがいなければ、そう、自分自身のその、なんというか、地位とか、自分の立場っていうのは守れないので、とにかくね、だったらやっぱり離れるのが一番いいのかなっていうのは、そんな気がしますね。環境として難しいかもしれないけれども、できれば離れた方がいい。その人のいいようにされるのはね、私自身もね、これ見ていてね、嫌な感じだなって思いますからね。依存されないためにも、味方をつけて、しっかり逃げられるなら逃げてもらう。多分ね、その周囲の人っていうのは、糾弾したり、文句を言ったりしたところで、それをまた自分自身のね、誰かを味方につけるための武器にしたりとか、そういうことになっちゃうのかなっていう気がするので、もうなんか正論で勝てる相手ではないとは思います。なので、やっぱり離れるのが一番。SNS だとブロックができるんだけど、人間関係実際だとブロックできないっていうのはあるけど、でもまあ気持ち的にもうブロックですよね。そういう感じで動いていくしかないのかなっていう感じがしました。それでは最終結果ですね。カップの9の正位置です。成し遂げた喜びをかみしめることができます。経済力も得ることができますし、心身ともに健やかに過ごせるようになります。会話の内容を楽しめる人がいらっしゃるということでね。よかった。ここでね、しっかりといい結果が出てきましたね。あなた自身が、まあでもこれまでが本当に辛かったからね、ここまでに至るまでに本当に疲れてしまうし、大変な思いをされるとは思うんですけど、でもね、未来ではいくらでもね、変えられるから、そこをしっかりともう人間関係清算してもらうとかそういう風にしてもらうのもいいのかなと思います。でもね、結果的には本当にあなた自身が今までね、邪魔されてたこともしっかりと成し遂げるようになりますし、で、経済力も得るっていうことなので、これはね、一番大事ですよね。自分自身の中で、物とかね、お金とか、そういった部分が満たされていく。それによって、生活も潤っていきますしね。で、心身ともに健やかに過ごせるということは、これはね、もしかしたら、その人と離れられた後の結果なのかもしれない。ハッピーエンドという感じがしますね。そうで、周りの人もね、随分と変わってくるのかな。会話の内容を楽しめるぐらいの人なので、その点でもね、しっかりとあなた自身、人間関係っていうのもね、いい変化を得てるなっていう感じがしましたね。ここに一刻も早くね、なるためにね、邪魔をしてくる人に対しては、もう、さよならってお別れしていきましょう。では助言ですね。星の正位置です。信じることであなた自身がスターとなります。やりたいと思うことを積極的に採用していってくださいということでね、助言でね、スターが出てますね。あなたが輝ける人であるということですね。周囲の人のね、雰囲気も変わっていけば、あなた自身の印象っていうのもしっかり変わっていくと思いますので、今はあなたに対して悪どいことを思ってるような人たちもいなくなって、あなたの周りには尊敬できるなとかね、あなたについていきたいなとかね、まさに星を見上げるようにね、あなたのことを見てくれる人っていうのがね、増えていくと思います。で、そういった部分でも過酷ではあると思うんですよね、現在においてもね。でも、あなたが自分自身を信じることで、
できることもあるんだと。過去にはね、ちゃんと怒りを原動力につなげられるぐらいね、強い方だったので、そういったこともあるし、あなたはスターになっていくことができると。で、自分がね、やりたいと思ったことはね、もう全力でね、やっていっていいと思います。邪魔が入るっていうのはあるけれども、そこはね、もう、ここからしっかりと、その邪魔してくる人たちに、見下り班を突きつけてね、お別れすればいい話なので、そう、自分のやりたいことを優先するっていうことでね、動いていっていいと思いますね。では、オラクルカードですね。1枚目が家族です。血縁であれ、親縁であれ、家族は人生の中心ですということでですね。今まではね、むしろなんか敵みたいな感じに思ってらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれども、周囲の人たちをね。でも周囲の人たちもだんだん変わってきて、血縁であれ、親縁であれっていうのはね、心の絆、そういった部分が強くなる、そういった家族のような存在、そういった部分で中心になっていくっていうことですね。人に恵まれていく、そういった未来が見えてきますよっていう風にね、捉えていいと思います。そしてオラクルカードの2枚目が、挑戦するたびに経験を積み、毎日レベルアップしますということでね、あなたが挑戦すればね、しっかりとレベルアップができると。どんどんと経験値を積んでいって、最終的にはね、魔王を倒せるくらいになるんだぞというね、そういった感じでね、思っていただければと思います。本来ならね、邪魔が入らなければもっと早くにね、あなたのレベルアップっていうのはね、済んでいたと思うんですけどね、そこがね、なかなかうまくいかなかったっていうところがあるんですが、これからはね、レベルアップもね、スムーズにしていけると思いますので、そういった時になった時にですね、あなたがやりたいこと、挑戦したいことをね、積極的に頑張ってもらえればなと思います。そしてオラクルカードの3枚目が朝です。世界があなたを待っていますということでね、もう世界ですね。おはよう、世界があなたを待っていますよっていうね、なんていうね、明るい言葉なんでしょうっていう感じですね。あなたは歓迎される人なんですよっていうことですね。そう、だから嫌な人に苦しめられてるとは思うんですけど、負けないでほしいなと思います。あなたのことをね、いろんな人たちっていうのは望んでいる。世界はあなたを待ち望んでいるんですよっていうことをね、忘れないでください。そしてルノルマンカードですね。庭、ガーデンです。豊かな環境、リラックスできる場所へ行こうということでですね、嫌な人、邪魔してくる人から離れた時に、自分がリラックスできる場所に行くことが大事なんですよっていうことだと思いますね。そう、あなたが最も動きやすい場所に行くことが大事だと思うので、これはね、物理的にかもしれないし、心の意味でもそういう感じなのかもしれないんですけれども、とにかくあなたが環境を変えるっていうことは大事っていうことですね。そう、納得できない部分はあるとは思うんですけどね。でもそういった人たちは絶対自分からは逃げたりしないですからね。もうこっちが離れていくしかないんですよね。もうここはね、悔しいんですけど、そう、そこを納得するしかないのかなって思います。本当に。辛いですよね。そしてルーンカードですね。ルーンがソーンで、石がスピネルですね。悪意のある人はいます。距離をとって危険を避けましょう。自分の内面充実や安全を第一にということでね。もうここでね、タロットカードさんのまとめが来ちゃいましたね。もう悪意のある人がいるから、それは避けちゃいましょうと。距離を取りましょうと。私が長々と言ったことがね、一気に言うような感じになっちゃいましたけど。で、やはりね、自分の内面の充実とか安全、もう今、怒りすらも湧かない状況、疲れ切ってる状況なので、そういう風にね、なってるっていうことは、もうあなたも限界が近いんだと思うので、それを守るために動いていきましょうっていうことですね。あなたの癒しをね、まず第一に考えていきましょう。そう、本来ならね、本当に今すぐにでもね、レベルアップしてスターになれる素質があるあなたなので、もう本当にもったいない。ここでね、誰かの邪魔をされ続けたまま
終わってしまうっていうのは嫌なことだと思うので、これはね、もう離れていきましょう。そうですね。とにかくね、前半のあなたに対する悪意というものがひどすぎる。あなた自身の清廉さ、正しさとかそういった部分につけ込んでいろいろとやってる感じがしましたし、ただ、その人と離れてしまいさえすれば、あなたの本来の力っていうのを発揮できますし、スターとしてね、輝いていける。周りの人たちもあなたのことをついていきたいなと、尊敬しますというようなね、気持ちの方向に向かっていくような感じがしましたので、まずはあなた自身が自分を守るために、もうこれ以上ね、疲れてしまったら動けなくなっちゃうかもしれないので、そうなる前に退避していくっていうことですね。戦略的撤退と言いますが、そういった部分も大事ですよっていうことですね。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。周囲の人があなたに対して思っている雰囲気ですが、あなたに対しては多くの可能性を示してくれるような、モチベーションを上げてくれるような、ある意味元気をもらえるような感じの人だと思われていくみたいです。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。月の正位置です。大事なことが隠れている状況ですね。信用できない相手だったり、そういった部分心配があったのかなと思うんですけれども、ただね、これが深読みしすぎている可能性もあって、全然そんなことない、大丈夫な人なんですよっていうこともあるので、ただ過去のことなので、今更ね、それを覆すっていうことは難しいかもしれないので、これからあなたが関係していく人、もしその人が今も信用できない相手として印象があるのであれば、そのあたりをですね、もしかしたら違うかもしれないと、一旦ね、その自分自身の固まってしまった相手に対する印象っていうのをね、消してもらって、それで一からね、その相手のことを見てもらうっていう必要はあるかなと思います。ただもちろんね、それでもうやっぱり信用できない人だったっていうこともあるし、それとは逆に実はね、すごく信用できる人だったっていう可能性もありますし、まずはね、月明かりのところから出ていって、で、もっとね、明るい電気のあるところとか、太陽のあるところとか、そういったところで見る必要があるのかなっていうことですね。大事な部分がね、隠れちゃってるっていうことなので、人間関係においても、もっとね、必要なことがあったのかもしれないですね。それでは現在ですね、カップの4の正位置です。もがいている状態で、不満を抱えている、悩みを抱えているのが、周りの人からもよくわかるという感じでね、今ね、いろいろと選択肢が分かれてらっしゃるんですかね。それによっていろいろとどうすればいいんだろうっていうふうにね、困ってらっしゃるのかな。で、現状に不満もあるっていうことなので、それがね、周囲の人にもしっかり伝わっているようですね。もうそうやって伝わっているのであれば、言ってしまってもいいような気はしますけどね。言えそうだなって思う人にはね、しっかり悩みを打ち明けて、助言をもらうとかね。そういうことも一つの手かなとは思います。本当に自分がもう苦しすぎて、自分一人じゃもうどうしようもないっていう時は、人に頼るのも大事かなと思いますね。なんとかなりそうっていう場合があるのであれば、もちろんね、そういうことをする必要もないのかなとは思うんですが、ただこれを見てるとね、もう自分自身ではどうしようもないのかなっていう部分もあるので、いろいろと夢を見ているし、やりたいこともあるし、でもそれがいろいろとあちらこちら、課題が残ってるとか、自分自身がそれに行くまでにまだ進めないとか、とにかく試練が多いのかもしれないですね。だからといって今のそのままでいるのも自分は嫌だと思っているっていう、ジレンマがあるのかなっていうところがあるので、周囲の人もね、心配してらっしゃるので、そのあたりはね、ちゃんと、打ち明けれるのであれば打ち明けていっていいかなと思います。そしてあなたの状況ですね。現在とリンクする部分であるんですが、ワンドの8の逆位置です。足止めされていると。
物事を押し付けられて予定が狂ってしまっている。早とちりでトラブルもあるかもしれないということでね。これはあなただけのことではなさそうな感じがしますね。あなただけで困ってるわけじゃなくって、いろいろと押し付けられてる状況っていうことなので、周囲の環境にもやはり問題があるのかな。そういった部分でも不満が抱えがちになってしまうっていうところはあるかもしれないですね。で、あと心配なのは、やはり早とちりでトラブルがあるかもしれないっていうことなので、そこはもう一呼吸、深呼吸してもらって、一旦自分が焦って間違ってないかとか、そう勘違いしてないかとか、そういったところをね、一度確認しただけじゃなくて、二度三度確認するっていう風にしてもらうと、少しね、違うのかなと思いますね。これ、もがいてるのがね、自分だけだったらね、また周囲の人に相談してくださいっていう風にさっき伝えたんですが、ただね、問題を起こしてる人に相談すると、それはまた問題が出てくる可能性があるので、本当に信頼できる人ですよね。こういったね、物事を押し付けるようなタイプの人じゃなくって、あなたとしっかりとね、対等に付き合っていける方、交流していける方、そういった方に対して相談していく方がいいのかなとは思いますね。そうですね。これは困ったものですね。現在であなたの状況っていうのがね、どれだけ良くないのかっていうのは、結局ね、あなた自身が、いろいろと悩んでる部分もあるし、外的要因もあるし、もがいてしまうっていうのはありますよね。もう海の中でね、必死にもがいて、でもなかなか手がね、水面から出ないみたいなね、感じになってらっしゃるのかなと、息苦しいなっていう感じになりますよね。ここからね、少しでも抜け出せるようにね、今後どうなるかっていうところがね、気になっていきますけれども、それがどうなるかっていうのがですね、未来ですね。ペンタクルの5の逆位置です。ピンチから抜け出します。相談できる人との出会い。苦しみから助けたいと思ってくれてる人がいるということでね、はい、現在からはしっかりと抜け出せるっていうことがね、分かってよかったです。おめでとうございます。どうしてもね、今が苦しいっていうところがあったので、そこから抜け出せるっていうことはね、まずおめでたいことだと、嬉しいことだと思います。で、あとはね、相談できる人と出会えるっていう風になってますからね。仮に現在なかなかね、いろんなことを押し付けられてるっていうのもあるので、忙しくていろんな人にね、相談できないっていうこともあるかもしれないんですが、未来もうちょっと先に行くと、あなた自身が相談できる人っていうのがね、ちゃんといらっしゃるっていうことで、その人っていうのはあなたを苦しみから助けたいと、援助の気持ちとかね、そういった思いがあるのかなと思いますね。なのでしっかりと的確にね、いろいろと言ってくれると思いますし、もしかしたらその人がね、あなたが今悩んでることを同じように経験している人かもしれない。そういったところで教えを請うことができるかもしれないので、しっかり頼ってもらえればと思いますね。このカードさんもね、スノードームのガラスからね、寒いよっていう感じになってるところから逆位置なので、ガラスを割って外に抜け出して、あなたのやりやすい方向にどんどんと広がっていくと、光が差していくよっていう感じでね、思っていただくといいと思います。そして周囲からの印象ですね。審判の正位置です。関係を修復したいと思っているということでね、これはどういうことなんでしょうかね。過去にあった信用できない人のことなのか、それとももっと違うことなのかわからないんですけれども、あなたと仲良くしていきたいなって思ってらっしゃる方がいるみたいですね。未来においては。なので、そうですね。これただ、物事を押し付けてるタイプの人が自分のやったことをね、棚に上げて修復したいと思ってる可能性もあるし、それとは別にもう、心の底から今までのやってきたこと、あなた自身に対して、うまく人間関係構築できなかったことを後悔してね、それでこれからうまくやっていきたいなと反省して、動こうと思ってるのかもしれないし、どうなんだろうな。なかなか難しい部分ではある。でも審判なのでね、
おそらく良い方向ではあると思う。ジャッジメントなので、そういう方向なのかなと思うので、きっとね、これからそのあなたとその人っていうのは関係がね、よくすることもできると思います。それはでもあなた次第だと思います。あなたが判断すればいいことなので、もしも近づいてきて謝罪があったりとかね、反省の言葉があったりとか、そういったことであなたが許そうと思ったりね、関係を修復していきたいなと思ったっていうことであれば、それはもちろんね、そのまま関係また改めて気づいていくのでいいと思うんですけれども、あなたがもうどうしても嫌だと思われるんであれば、それはね、もうその人の気持ちは分かったと、そういうふうに伝えつつも、どうしてもこれから難しいというふうにね、言っていいと思います。結局それはね、周囲からあなたに対しての印象であるだけなので、あなたがどう思うかとかどう動くかとかは別にあなた次第だと思うので、関係ないと思うので、そこはね、周囲の人がそう思うから自分もそれに応えなきゃいけないっていう風に思う必要はないと思いますね。自分がどう思うかで動いてみてください。では最終結果ですね。カップの5の逆位置です。新たな可能性に向けて動き出します。希望のある未来です。そして周りの人からは多くの可能性を示してくれる人であるし、モチベーションを上げてくれるような素敵な人だと思ってもらえるということでね、安心いたしました。これね、カードさんがちょっとね、怖い感じに見える、悲しい感じに見えるので大丈夫かなって思われると思うんですが、逆位置なのでね、大丈夫ですよ。安心してくださいね。そう。すごくね、なんか傷ついたカードさんになってるんですが、今までの傷ついたことを修復していく、これからはしっかりと回復していくんだよっていうことをね、思っていただければと思いますね。これからはあなたの自分自身のね、うまくいかなかったこと、足止めされていたことっていうのがね、しっかりと進むことができるし、あとはね、選択肢も増えていくのかもしれないですね。新たな可能性があるっていうことなので、例えば一つの目標に向かっていくのでも、今まで思い浮かんでいた選択肢だけじゃなくって、他の選択肢が浮かぶことですごく進みやすくなるとかね、そういうこともあると思うんですが、それもあるし、で、あと希望がある未来っていうことなので、希望があるっていうことは、要するにね、あなたが何か自分自身で、これからはなんだかいいことがありそうだなって思えるっていうことですよね。そういった、気持ちの変化っていうのがね、良い方向に変わっていくみたいなので、そこもいいかなと思いますし、で、周囲の人もね、なんだか後ろ暗いことがあったような感じの人だったのが、最終結果ではあなた自身に対するなんか称賛に近いものっていうかね、あなたがいろいろと、これまではね、相談をする側だったのが、相談される側になっていくのかもしれないし、いろいろと周りの人にね、いい影響を与えてくれる。モチベーションが上げられるぐらいっていうことなので、すごくね、パフォーマンスが高いっていうことだと思うんですよね、あなたのね。そういった部分でも、周りの人たちっていうのがかなり助けられると思いますので、そこはね、最終結果としてすごくいいかなと思います。あなた自身のやってきたことね、それはね、間違いじゃないし、で、さらに成長していくことで示していけるものもたくさんあるよっていうことです。そして助言ですね。カップの6の正位置です。過去の記憶からヒントを得てくださいということですね。ということは、月の正位置が出てた過去のことなのか、もっと前のことなのかもしれないですけど、あなたの今までの経験が生きることがありますよっていうことだと思うので、過去にこういったことがあったなっていうことをね、しっかり探りながらね、そこからヒントを得ながら動いていく。そして、いろんな周りの人の協力も得ながらね、動いていく。それでね、スムーズに動きやすくなるかなと思います。では、オラクルカードの1枚目が学びです。このカードは知性とオープンマインドを象徴していますということでね、あなた自身がこれからも学んでいくことが大事。知性は何よりもあなたを助けるということですね。あとはオープンマインド。人に心を開くとか、自分自身に心を開くとか、そういった面かなと思うんですけれども、そうですね。信用できない相手もいらっしゃったっていうことなので、そのあたりでね、なかなか自分自身の心を開くっていうのも勇気がいるかもしれないんですが、
ちょっとずつでもね、未来においてはあなたが相談できるくらい頼れる相手もいらっしゃるので、そういった人からでも構わないので、オープンマインドの気持ちっていうのをね、少しずつ持ってもらえればと思います。そしてオラクルカードの2枚目ですね。あなたは十分ではないという声は、どうやらあなたのことを全く知らないようです。あなたは素晴らしいですと。もうこの言葉の通りですね。そう、あなたを否定する人っていうのがね、いたとしても、それはね、あなたのことを全然理解していない。あなたは素晴らしい人だからこそ最終結果で明るい未来を勝ち取ることができた。そういうことなんですよね。あなた自身の素晴らしさにね、まず自分自身が気づいてくださいということだと思います。もう周囲の人たちのことなんか知ったことではないっていう感じでね、そう、勝手なことを言う人はたくさんいますからね。そう、あなた自身を評価してくれる人、そういった人を大事にしてほしいですね。では、オラクルカードの3枚目がソードですね。変化を起こすということで、あなたの存在というものがこれから変化を起こしていくんですよということですね。これはもう最終結果でね、しっかりと出てますからね。ソードっていうのはね、道を切り開くとかそういったイメージ。なので、まさにあなた自身が剣を携えて前に進んでいく、切り開いていく。それにあなたの後をついてくる人たちがいるっていうことですね。何かしらね、あなた自身が変化していくということもあるし、環境も変化していく。周囲の人も変化していくということでね、良い循環が来るのかなと思います。そしてルノルマンカードですね。ネズミです。大事なものをなくさないように、警戒は大事ということでね。オープンマインドが大事という先ほどの言葉とはまたちょっと違うことにはなるんですけれども、あなた自身がその信用できない相手、そういった人たちに警戒するっていうのはね、一つ自分を守るために大事なんですよっていうことだと思うんですよね。ここがね、バランスっていうことになっちゃうので、そんな難しいと思うかもしれないんですけれども、もうそのあたりはね、自分のさじ加減でやっていくしかないのかなとは思います。あなたがどうしてもね、信頼できないとかね、そういった部分があるかも、深読みしすぎてたかもしれないっていうところはあるんですけど、警戒しながらもその人自身を測っていくということは大事かなと思います。あとは自分が大事なものをなくさない。大事なもの、それぞれあると思うんですけど、自分の人生の中において何が大事かっていうのをしっかりってね、意識しておいて、それをなくすことはないように。それをね、なくしてしまうとね、自分自身の生きがいっていうのがなくなっちゃう可能性もあるので、そうならないためにもね、自分の生きがいをしっかりのね、見出すためにも、あなた自身の大切なもの、そういったものをね、もっとね、意識してもらえればと思います。それではルーンカードですね。ルーンがベアオークで、石がユーディアライトです。少しずつ良い方向に向かいます。暗い気持ちも晴れていきますということでね。こちらはとても今辛い状況ではあると思うんですけれども、それはね、これからは変わっていきますよ。未来を見ていただければわかるとは思うんですけれども、これからピンチも抜け出していけますし、少しずつではありますけれども、良い方向に向かっていきますよと。暗い気持ち、何か自分自身の中でね、何もできないんじゃないかとか、これから嫌なことばっかりじゃないかとか、不安に思うこともあるかもしれませんが、ちゃんとね、晴れていきます。メンタルも良好になっていきますよっていうことですね。安心してもらえればと思います。そうですね。あなたの場合はね、邪魔をしてくる人もいれば、あなたのことを助けたいと思う人もいる。そしてあなたの昔ね、何かすれ違ったりとか、関係が良くなかった人とかも関係を修復したいと思ってたり、また最終的にはあなたの存在にね、助けられてるというか、明るい気持ちになったり、モチベーションを保てたりとか、そういった人もいるっていうことで、いろんなね、ところに影響があるっていうことなんですよね。そう、あなた自身のことをね、しっかりと見てくれて助けてくれる人もいるし、尊敬してくれる人もいるし、いろんなね、良い人たちの方を見てもらえればと思います。
悪いことをね考える人たちのことはねもう見なくてもいいと思うので、そういったねあなたにとって良い影響を与えてくれる人、そういった人を大事にしながらね、これからの輝かしい未来にね進んでいってもらえればと思います。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。